ヌビキルトを使った少し大きめのスマホショルダーです。横16センチ、縦は20センチ、まちは4センチです。このように外ポケットがついていて、内布付きです。今回はセリアで見つけたショルダーストラップっていうのを使ってみます。3色ぐらい売っていました。今回は生地に合わせてレザーフーク墨っていうのを使ってみます。このように短めのストラップに変えても良いです。材料はこちらです。表布が2枚、長い方が 18×42 センチ、短い方は 18×21 センチです。裏布も2枚、長い方が 18×44 センチ、短い方が 18×18 センチです。あと D カン用のタブが 4×4 センチ2枚と 1.5 センチ幅の D カンが2つです。ホックは1組用意します。表布の長い方とポケット裏を合わせて1センチの縫い代で縫います。ヌビキルトは普通に縫うと端がこのように余ってしまうので、少し表布が出るくらいに端を留めておいて、緩まないように縫います。折り返して表布が少し見えるくらいに折って1センチの縫い代で縫います。ここもずれていきやすいのでクリップで何箇所か留めておきます。もう一枚の表布と裏布を中表に合わせて、そこを1センチの縫い代で縫います。短い布を下に置いて、このように重ねます。横を5ミリぐらいの縫い代で縫っておきます。上端から4センチです。ここは全部縫わなくてもポケットを留めておく感じでいいです。D カン用のタブを縫います。薄地の時は裏に接着芯を貼ります。1.5 センチ幅に折ってD カンを通します。布端から2センチのところに印をつけて、ここに仮縫いします。
もう一つは反対側の対角線上につけます。端から2センチ。このように D カンをつけました。裏布と中表に合わせます。長さは2センチ違いになっているので合わなくても大丈夫です。端同士を合わせて1センチの縫い代で縫います。表同士裏同士を合わせて切り替えを止めます。裏布に10センチの返し口の印をつけます。返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。キルティングは厚みがあるので押さえて押すようにして縫っていきます。底を三角にしてまちを作ります。少し縫いにくいですが開いて4センチのまちを縫います。キルティングの真ん中は閉じやすいので開いて真ん中に針を落として端は2センチに合わせます。表の底と裏の底全部まちをつけました。縫い代の端は切っておきます。返し口から表に返します。返し口を1センチ内側に折って縫います。裏布を中に入れます。裏から見て表布が少し見えるくらいに留めて端から 1.5 センチのところを1周縫います。このように
待ち針じゃなくて端のないピンで留めると手を刺さなくて便利です。真ん中にホックをつけます。上端から2センチのところに穴を開けてホックをつけます。真ん中に印をつけたら両端を合わせて一度クリップで留めます。ストラップをつけたら出来上がりです。